どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回はこちら HGCE フリーダム、かっこいいですよね。素組みでも素敵なこのフリーダムを塗装してさらにかっこよくしていきたいと思います。さらに今回はフリーダム用のカスタムキット、こちらを入手したので、これも一緒に塗装して組み付けていきたいと思います。では早速やっていきます。このカスタムキットはガンダムビルドファイターズ炎という作品に登場するフリーダムフレームフェーダーという機体に改造することができます。それでは中身確認していきましょう。真っ白だ。真っ白な上に結構細かいパーツが多いので、マスキングしながら頑張って塗装していきます。キットの中身が頭、肩、武装に分かれていて、頭の部分、こちらがなんかアストレイの後頭部に似てますね。アンテナなんかも大きめになっててかっこよくなってます。それでは部品をランナーから切り離してゲートを処理していきます。まずね、おなじみの2度切りやっていきます。部品が白いし塗装してしまうんで、多少発火しても構わないかなとは思ったんですけど、えぐれが怖いので一応2度切りしていきます。ところで最近ニッパーの持ち方で衝撃を受けたんですけど、この切り方だと片刃ニッパーを使っても発火させてしまうらしいですね。そちらについては今後また違う動画で紹介していきたいと思います。それにしてもプラモデルは本当に奥が深いですね。次に HG シリーズとかでよく見かけられるアンテナの先端のこの出っ張ってる部分ですね。ここをシャープ化していきます。まずは大胆にニッパーで切っちゃいます。本当は少し残してヤスリで仕上げていくのが一番いいんですけど、横着な僕はズバズバ切ってしまいます。時間の短縮にはなるんですけどね、これ失敗するとアンテナ折れてすごいショックです。特にクリアパーツ使用しているやつたまにあると思うんですけど、そういうのは素材が硬くて割れやすいので注意していきましょう。ある程度綺麗に切れたので、今度はヤスリを使って仕上げていきます。今使っているのは100均で買った1000番程度のスティックヤスリになっています。ヤスリで削る際もね、アンテナパーツ本当に折れやすいので、力をあまり入れないように優しく磨いていきましょう。ちなみにこのスティックヤスリ、間にスポンジが入っててちょっとブヨブヨするので、鉄ヤスリとか使った方がやりやすいかもしれません。いい感じに仕上がりました。ちょっとね、このままだとまだ尖ってないので、さらにシャープ化していきます。これもやりすぎると折れたり形状変わったり左右のバランスがおかしくなったりするので、様子を見ながら少しずつ削っていきましょう。はい、いい感じに尖ってきました。かなり痛いです。ノーマルのフリーダムのアンテナの方も削ってみました。これね、刺さるとかなり痛いので取り扱いには注意してください。カスタムキットの肩のパーツや武装の方にも同じように怪我防止で膨らみがあるので、こちらも尖らせていきます。やり方は先ほどのアンテナパーツと同じ要領でやっていきます。はい、比べてみるとかなりいい感じになりましたね。やっぱり尖ってる方がかっこいい。それではいよいよ塗装に入っていきます。それではまず黒系の部品をプリズムブルーブラックで塗装していきます。初めて使う色なんですけど、こちらバンシーとか塗る際に使用している方多いですよね。とっても綺麗でいい色なので、今回使ってみたいと思って買ってみました。実際に塗ってる時は青混じりの黒ですごい綺麗なんですけど、動画で見るとなんかただの黒っぽく見えますね。塗装前と比較するといい感じに黒くテカテカ光ってますね。やはり動画で見ると青要素が見当たらない。
今ご覧いただいている部品はカスタムパーツの胸の部分です。こちらを3色に色分けしていくんですが、まずはベースでプレミアムブルーブラックを塗っていきます。ちなみにこのフレームフェーダーという機体の設定カラーなんですけど、白、赤、黄色で構成されているんですが、今回は元々のフリーダムの設定カラーを活かした塗装をしていきます。深追いして若干厚塗りになっちゃったんですけど、まあいいでしょう。この後マスキングするために少し乾かしていきます。その間に違う部品塗っていきます。こちらが毎度おなじみ、動画だと伝わらない白の塗装になっています。いや、相変わらずわからないね。はい、それでは白も塗り終わったところでマスキングしていきます。で、マスキングなんですけど、本来貼り付けた後にデザインナイフなどで切ってディテールに合わせていくって感じのやり方が主流かと思うんですけど、僕は細かく切ったマスキングテープをその形に合わせて貼っていきます。形に合わせて切るのって結構難しかったんですけど、この方法だとかなりやりやすいです。ただしつなぎ目から塗装が入り込みやすいので、貼り付けた後は爪楊枝などでしっかり合わせ目のところなぞって隙間をなくしていきましょう。今回ね、マスキングテープ貼ってたらなんか楽しくなっちゃったのか、気づいたら大変なことになってました。これは全体の一部分なんですけど、白いパーツだいたい色分け用にマスキングテープを貼っています。こんな感じでモールドに合わせて貼り付けていきました。塗らない部分はさらにマスキングテープを追加して、この部分ニュートラルグレーで塗っていきます。グレーって結構調色難しいんですけど、ガイアノーツさんで出てるこのニュートラルグレー1から5まで売られていて、数字が大きくなるにつれてどんどん黒が強くなっていくイメージです。今回はニュートラルグレー1を使用しています。かなり薄いグレーなんで、白と言われると白だなと思っちゃうぐらいなんですけど、実際白と比べてみると若干色ついてるかなって感じです。それでは塗装前と比較していきましょう。若干色ついてんのわかるかなと思います。あまり主張しないような感じの色分けにすごく便利です。ガイアノーツさんありがとう。次にカスタムキットの胸の部分色分けしていきます。まずはメタルレッドから。ちなみに今回も僕の大好きなキャンディー塗装をやっていきます。一般的なキャンディー塗装って下地をシルバーにしてクリアカラーを何層も重ねていくと思うんですけど、僕は技術面でまだまだ未熟なんで、あまりクリアカラー重ねると色ムラがひどくなってしまうんで、このように下地に色のついているメタリック色を使って上にクリアカラーを1層だけ重ねてキャンディー塗装っぽく見せていきます。下地がいい感じで塗り上がったところで少し乾かして、その上に GX クリアルージュを重ねていきます。先ほど言った通り下地に色がついているので、あまりクリアを解かなくてもいい感じに色がついてきます。はい、いい感じにテカテカに仕上がりました。次にマスキングを剥がしていきます。先ほどやった細かく切る技法なんですけど、貼りやすい代わりに取りにくいっていう難点があります。細かすぎてね、剥がす量が多いんですね。ちょっと濡れてない部分はあるんですけど、後でリペアするんで、まあこんな感じでいいでしょう。続いてカスタムキットの方のアンテナなんですけど、真ん中のところに多少赤い部分欲しかったんで全体塗っちゃったんですけど、マスキングしてゴールドで仕上げていきます。やっぱり色が変わってくると見てると塗装って楽しいですよね。こんな感じでいい感じに仕上がりました。胸のパーツのダクトの奥のフィンなんかもゴールドで塗装していきます。ちなみに今回使っているのはスターブライトブラスを使用しています。なかなかいい感じになってきましたね。マスキング剥がすのがすごく楽しみです。
グレー系のパーツはこちらアイスシルバーで塗装していきます。この色も使うの初めてなんですけど、青っぽいシルバーに仕上がるってことで楽しみですね。この状態だとなんか普通のシルバーかななんて思うんですけど、よーく見るとやっぱり若干青みがかった反射するんですよね。すごく綺麗でいい色です。この色はナイトガンダムとかああいう鎧系のもの塗るとすごくいいかもしれません。それでは塗装前と比べていきましょう。純正色とあまり変わりないような感じだけどしっかりシルバーですね。カスタムキットについていた武装にも同じようにアイスシルバー使用して塗っていきます。さらに真ん中のモールドのところからマスキングしてスターブライトアイアン塗っていきます。この色もすごくいい色で金属感がものすごいんですよね。今回装甲から露出しているフレーム部分にも同じ色で塗装しております。いい感じに黒っぽくなってきました。塗装前と比べると色がかなり変化していますね。めちゃくちゃいい色です。マスキング剥がすのが楽しみですね。次に青い部品はまずはメタルブルーで下地を塗っていきます。こちらもキャンディー塗装風に仕上げていきます。ところで最近自分で持ってる塗料を整理してたんですけど、メタリック色ばっかで通常色全くないことに気づいてびっくりしました。いつもキャンディー塗装ばっかやってるからですよね。そして塗ってるところが全く見えてなかったんですね。はい、こんな感じで仕上がってました。続いて GX ディープクリアブルーを塗っていきます。この色は普通のクリアブルーと比べると少し暗めのブルーになっています。でもね、これいい感じに仕上がるんですよ。前ストライクフリーダム塗った時もすごく良かったです。興味がある方はぜひそちらの動画もご覧ください。はい、いい感じのテカテカブルーに仕上がりました。ウイングの部分も同じ技法で塗ったんですけど、テカテカ具合がすごくいい感じです。次にエナメルブラックを使って墨入れしていきます。こちらはシャバシャバに希釈されていて、モールドに押し付けるとスーッと墨が入っていきます。やってるとすごい気持ちいいんですよね。塗装と墨入れ完了しました。今回かなり細かく色分けしたんで満足いく感じになってます。フリーダムの方もこんな感じで仕上がりました。あとあんまり目立たない部分ではあるんですけど、ライフルのセンサー部分もいい感じに仕上がってます。最後にデカールを貼り付けていきます。今回は RG フリーダムバージョン GCP のものを使用していきます。こちらは水転写デカールになっているんですけど、これ意外と使い方貼り方わかんないって人多いんですよね。僕も最初難しそうだなと思って躊躇して使わなかったんですけど、いざやってみるとね、通常のドライデカールより全然貼りやすい気がします。やり方はこのように貼りたいデカールをまずデザインナイフやカッターなどで切り取ります。次に切ったデカールを水やお湯に少しくぐらせて放置します。この時にスポンジやキッチンペーパーの上に置いとくと周りが汚れなくて済むのでおすすめです。数秒間放置すると台紙からシールの部分だけ剥がれるようになります。まずは貼りたい部分にマークセッターという接着剤塗っていきます。デカールを置いた後綿棒を使用して余計な水分を吸い取るんですけど、少し濡らしておくとやりやすいです。っていうのもデカールの表面にも若干糊の成分あるせいか、綿棒で水分を除去している時に綿棒側に貼り付いて剥がれてしまうことがあります。何度もそれでデカールダメにしていたんですけど、綿棒の先端濡らしてみるとすごくやりやすくなったんですね。水転写デカール苦手だなーって方はぜひ一度試してみてください。
はい、こんな感じで貼りたい部分にデカールを置いていきます。先ほど塗ったマークセッターのおかげで少しずれてしまってもリカバリーが効く状態なので安心しておいてください。この状態で優しく綿棒を転がしてシールの下に入っている余分な水分を出していきます。綿棒が乾燥している状態だとこのタイミングで綿棒にデカールが貼り付いて剥がれてしまうことが多々あります。それと濡らしているので綿棒の方に貼り付く可能性は下がっているんですけど、破れる可能性はあるので優しくやっていってください。羽の部分に一通りデカール貼り終わりました。めちゃくちゃかっこいい。それでは他の部分にも貼り付けていよいよ完成です。まずは通常のフリーダムからご覧ください。自分で言うのもなんなんですけど、めちゃめちゃいい感じに仕上がりました。やっぱデカール貼ると印象変わりますね。リアスカートの部分はのぺーっとしちゃってたんで筋彫りすればよかったかなと最後後悔しています。それでは恒例のポージングやっていきたいと思います。まずはシードといえばこんな感じですよね。そしてフリーダムといえばビームサーベルの逆手持ち有名ですよね。でもなんかちょっとかっこ悪い気がする。そしてフルバースト、これが一番かっこいい。初登場シーンで鳥肌立った方も結構いるんじゃないんでしょうか。次にカスタムパーツをつけたフリーダムフレームフェーダーです。両手にライフル、両肩には剣がついています。ものすごく攻撃的なフォルムをしていますね。そして頭部パーツが大きく変わっていて、大型のアンテナと後頭部はアストレイのようなダクトがついています。剣の部分ももしかしたらウィングと同じような色で塗った方がかっこよかったかもしれません。まあでもこれはこれでありかな。それではポージング撮っていきます。武装を構えているシーンと戦場に向かう前のイメージのポーズです。それでは今回 HDCE フリーダムとフリーダムフレームフェーダーいかがだったでしょうか。どちらもものすごくかっこよかったかなと思います。このガンプラがかっこいいと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。